どうも、リレスです。どうも、ノロです。さて、今回は DLC 前にしておきたい、主人公が何者か、についてのお話。ど真ん中ストレートな話題が来たわね。実は、この話は何ヶ月前かのタイミングでさっさとしたかったんだけど、動画のテーマに合わなくて、こんなタイミングになってしまったね。主人公はズバリ、ゴッドウィン・ミス様的な何者か、だと思います。何者かって、というか、結構長い間、ミケラ的な何者か、だとして話してきていたわよね。そうだね。ただ、DLC のプロローグで、ミケラが約束の王を影の地で待っている、という内容が書かれていることから、風向きが変わったと思うんだよね。確か、例のプロローグの公開直後の動画では、ミケラは自分自身と結婚しようとしているとかどうとか。そうだね。言い訳をさせてもらうと、あれは本当にマッハで作った動画だから、大して考えを揉めていなかったけど、正直公開後すぐに考えが変わりました。主人公が、ミケラの約束の王ゴッドウィン・ミス様的な存在だと考える方が、全体的に辻褄が合うと思います。あんた、ミケミン好きすぎじゃない。何を言っているのか、わからない視聴者の皆様は、ミケラの兄殺し説をご覧ください。まったく、困ったやつ。それで、ちょっと続きを聞かせなさいよ。ハリーハリー。別に壁で話しているつもりは全くないんだけど、まず、当時の DLC トレーラー考察の動画内でも話していた通り、約束の王発言により、主人公は、ミケラの約束の王である、と解釈をすれば、ミケラの相葉トレントが主人公を選ぶ理由や、指読みのお姉さんが、主人公とミケラとの縁を語る理由にも普通に説明がつくようになったよね。要は、主人公がミケラ的な存在だと考える積極的な根拠が激減したと思う。そういえば、確かに、あの時点で一応そういう話はしていたわね。そうなってくると、ただの人間にできないはずの神殺しをなす主人公は何者なのか、もともとからミケウィンをしていたあんたからすると、主人公とゴッドウィン兄様を結びつける考えに至るのは当然の流れということね。やっぱりどこか不本意な言われ方だけど、まあそうだね。それに加えて、ゲーム冒頭、主人公は霊廟の金で目を覚ますよね。あれは、まさしく主人公とゴッドウィン兄様を結びつける少佐になると思うんだ。霊廟の金で目を覚ますからゴッドウィン兄様？どういう意味？要は、霊廟とは四王子ゴッドウィンを祀る施設じゃないか、という話だね。霊廟について語る霊廟が原の霊体は、魂なきデミゴッドを抱いて、と話していることから、霊廟内に安置されている首なしの依頼は魂なきデミゴッドであり、それが大量に存在していることから、作中で名前などが語られていないデミゴッドも大量にいるのではないか、という推察が、どうやら巷では結構流行っているみたいだね。英語版公式サイトの発売前の記事には、陰謀の夜に、たくさんのマリカの親族、一族が殺された、と書かれていることもあるし、デミゴッドとは明記されていないけど説得力があるよね。そうね。でも確かうちは、そういう語られていないデミゴッドはあんまりいないだろう、というスタンスじゃなかったっけ？まあ、メスメルが登場した時点で、あれなんだけど。そうだね。実際に、それらしい物的根拠があるんだから、気持ちはわかるけど、ただ、その推察というのは、いくつか違和感があるんだよね。まず例の、魂なきデミゴッドを抱いて、というセリフだけど、それに並列させて、おう、永遠の女王マリカよ、あなたの醜い落とし子を抱いて、とも言っているんだ。各地に点在し、個々の違いが感じられないコピー品のような霊廟やその中の依頼だけど、このセリフはそのデミゴッドに関して、随分とパーソナルに踏み込んだ表現だよね。さらに、このセリフは英語版では、He is your unwanted child というもので、明確に一人の男性を指した表現なんだ。いや、ちょっと待ってよ。その一人の男性がゴッドウィン兄様って言いたいの？そうは言っても、そっくりとはいえ霊廟の首なしの意外は明らかに複数あるじゃないの。そうだね。でも、そもそも魂なきデミゴッドだと明言されているのも、霊廟の象徴的なモチーフである、食の太陽と結びつけられているデミゴッドもゴッドウィン兄様だけだよね。そして、ゴッドウィンという一人の男性の意外ならば、複数あっても別に何もおかしくないんじゃないかな。何を言って、あれ？そういえば、具体的な事情や意思がどうなっているのかは不明だけど、ストームビルの地下を筆頭にカニボディに至るまで、四王子のムクロが増殖しているのは物的に明らかだよね。なるほど。ゴッドウィンの意外は増殖しているんだから、何の問題もない。むちゃくちゃシンプルだけど、あながち否めないわね。でも、増殖した意外と見た目が全然違うくない？それは確かに気になるところだね。主人公は、その四王子の人面を、力のあるタリスマンとして利用するイカレだ。ただ、逆にその力ある人面、頭部を切り落とされ、残った意外部分はどうなるのか、とかは、多少想像の余地があるかもしれない。もちろん、ただの想像であって、実際はよくわからない。とはいえ、ここから話すもろもろを含めて考えれば、あれが名もなきデミゴッド、
とは考えにくいと思うんだよね。それこそ、マリカの小殺し説で散々話した通り、ゴッドウィンの殺害事件にはマリカ様が助力している形跡が数々見られるわけだけど、仮にゴッドウィンニース様がマリカ様に愛されない、醜い落とし子であり、魂なきデミゴッドを祀る霊廟とは使用時ゴッドウィンを祀る施設だと考えれば話が早いんじゃないかな。そう言われてみれば、生前はともかく現状としては醜い呼ばわりされるのにはふさわしい数少ない人物でもあるか。当初は常識的な先入観として人物と意外を生物と物体として無意識的に区別していたと思う。だからこそただの物体である以外が増殖していてもファンタジーの出来事として感覚的にそこまで重くは受け止めなかった。ただそもそも彼は魂の死を与えられ肉体だけで生きる、死に生きるもの、生ける以外であってただの物体ではない肉体だけで生きる人物が肉体的に増殖しているという意味合いはその人物が増殖していると考えて叱るべきじゃないかな。理屈としては極めて単純だけど意外と心理的な盲点かもしれないね。なるほど。過去バイクやらメスメルやらアエンシャもゴッドウィンニー様に結びつけるような話をしていたけど、ゴッドウィンニー様がたくさんいるとすれば、その話は後から少しだけ触れるけど、ここまでの話を踏まえた上で一切存在の語られていない魂なきデミゴッドがたくさん存在したという過程に関して改めて考えてみよう。まず何度も触れている時系列だけどロジェールさんのセリフからすると、ラニ様が肉体だけの最初の死者と化したのは破砕戦争の最中だと考えられるよね。つまり仮に陰謀の夜にたくさんの名もなきデミゴッドが殺されていたとすれば、時系列としてはこういう感じになる。ふんふん。まずデミゴッド最初の死者であるゴッドウィンが殺されて、その後に名もなきデミゴッドたちがたくさん殺されて、少し時間が空いてラニ様が自害という流れか。つまりラニ様が自害する時点ですでに結構な数のデミゴッドの死者が出ているというわけね。そこで改めてこのテキストを読んでみよう。デミゴッド最初の死者は2人あり、呪魂は2つの欠陥となった。ラニは肉体だけの最初の死者であり、故に死王子は魂だけの最初の死者なのだとのこと。次にフィアさんのセリフ。あなたは聖魂を見たことがありますか？デミゴッドの最初の死に刻まれるムカデ傷の欠陥をゴッドウィンの聖魂は円卓で取り戻しました。けれどそれはもう一つ存在するはずなのですとのこと。要約をすると、デミゴッド最初の死に呪魂が刻まれた。しかし肉体だけの最初の死者と魂だけの最初の死者の2人の半分の死者が存在するから呪魂も半分この2つになったという話みたいだね。なるほど。つまりデミゴッドの死者がたくさん存在したら呪魂もたくさんということになるから、フィアさんが探すのに苦労しているのは変じゃないかという話。でもさ、別に矛盾はしていない気がするけど、ゴッドウィンニー様とラニ様の死の間に何人デミゴッドが死んでいたとしても、それがゴッドウィンニー様と同じ魂だけの死者なら最初の死者ではないから呪魂も刻まれないし、フィアさんもゴッドウィンニー様にしか興味を持たないという話じゃないの？確かにそうかもしれないね。ただ結構個人的な感覚の話だけど、呪魂が最初の死者にしか刻まれないという理屈がいまいちピンとこないんだよね。ロジェールさんはデミゴッド殺しの武器を作る儀式の主にも呪魂が刻まれると話していたけど、その武器の被害者には史上最初の1人だけ呪魂は刻まれるけど、2人目以降はちゃんと死の効果はありつつ後が刻まれなくなるってよくわかんなくない？何それ？そんなこと私に言われても知らないわよ。フィアさんが言っているんだから仕方ないでしょ。文句ならフィアさんに言ってもじもじおどおどしながら。無理絶対無理。というかフィアさんは別に2人目以降には刻まれないとは言っていないから。はあ？じゃあ何？名前の登場しないたくさんの呪魂持ちの魂の使者であるデミゴッドがいたけど、フィアさんは何らかの理由であれだけゴッドウィンニー様を特別視して赤ちゃんをはらみたがったということ？いや、だから一切語られていないデミゴッドを仮定するよりはもっと単純に2人目以降は存在しないと考える方がもろもろの辻褄が合うんじゃないかと思うんだよ。もともとそういう話題だったでしょ。なるほど。まあ確かにそういう話だったわね。儀式で作り上げた半分この死の武器、半分この呪魂、そして半分この犠牲者か。まあ構図としては分かりやすいわね。感覚的な部分も多い話だし、絶対にないとは言えないけど、確かにもろもろをひっくるめて考えても、魂なきデミゴッドとはゴッドウィンニー様であり、霊廟とは使用時ゴッドウィンを祀る施設であると考えればまとまりはいいかもね。そう思うよ。加えて言うと最弱と呼ばれ、マリカの直接の子でない血の薄いゴドリック風情が数限られた真珠塔に対応した大ルーンを破砕戦争時点で受領しており、石碑などにも名前が記録されていることを思うと、個人的にはやはり作中で語られていないデミゴッドはあんまりいないだろうという考えは一貫して変わらないね。メスメルみたいに意図的に隠されたやつは反則だよ。でもさ、
ちょっと話が脱線するけど、実際のところゴドリックってかなりの遠縁みたいなのに、どうやって選ばれたんだろう。大ルーンにより接ぎ木の力を得たという順序の可能性も考えられるけど、あの接ぎ木の力でズルをして選ばれたって感じかしら。そう考える方が辻褄が合う気がするかな。本来は直接のデミゴットに与えられる条件を接ぎ木により満たしたというのなら、デミゴットを接ぎ木したと考えるのが単純な理屈じゃないかな。はい？いや、ついさっきデミゴットはそんなにいないだろうとか話したばっかりなのに、何を言ってんのよ。最弱のゴドリックがどのデミゴットを接ぎ木できるっていうのよ。彼はストームビル城にいるよね。あの城には彼以外にもう一人のデミゴットがいるでしょう。最弱のもやし野郎でも好き勝手にできそうなデミゴットが。ゴッドウィン兄様、またあんたか。大ルーンの形状って兄弟同士だと似ていたりして血脈との連動性を感じられるよね。でもその割に圧倒的に遠縁で血の薄いはずのゴドリックの大ルーンが要の輪などとも書かれていて、形状的にもど真ん中だし性能もやたらと優秀なんだよ。これって地味に不思議じゃない？まさか本来は黄金のゴッドウィンの大ルーンだということ？確かにそうだとすれば納得できるテキストや性能だけど、ついでに言うと巫女の死体が転がる王を待つ礼拝堂でなぜかいきなり主人公に襲いかかってく接ぎ木の貴公子ってやたらとイケメンだよね。この貴公子とは具体的に何者なのかというのは謎だけど、今回の過程のように接ぎ木のゴドリックが黄金の貴公子ゴッドウィンを接ぎ木に利用していたとしたら、そして主人公がゴッドウィン兄様的な人物だとしたら、接ぎ木の貴公子の正体とは、巫女を殺めた犯人とは、主人公に襲いかかってきた理由とは、いろいろと想像が膨らむと思わない？なんてこったい。確かにそうだとすればイケメンが何人いても説明がつくわね。例えばだけど、ゴドリックがゴッドウィン兄様の力を得るための接ぎ木の実験体とかかしら。そうだったら面白いよね。デビュートレーラーの映像からすると、これがゴッドウィン兄様の腕ということになるのかもしれないけど、ストームビルの依頼とは全然質感が違うし、そもそも腕を継いだくらいで大ルーンを受領できるのも変だし、具体的にはよくわからないけどね。世界観的にあえてそれっぽい V というと目ん玉とかかな。目ん玉奪って力を得るってなんかジャンプマンガみたいなのにね。いや、わかんないけどね。それはともかくここらで話を元に戻そうか。霊廟とはゴッドウィン兄様を祀る施設だろうという話だったね。そうね。そう考えると霊廟の鐘で目覚め、人にはできないはずの神殺しをなす主人公の正体はという話ね。加えて言うと、主人公は選択によってラニ様と結ばれるけど、暗月とは日食の際の月であり、使用時ゴッドウィンは食の太陽と結びつけられる人物だと解釈できると思う。そういう象徴音でもぴったりな人物じゃないかな。主人公はゴッドウィン兄様的な存在であり、ミケラの待つ約束の王だと思うよ。そうか。そうなると主人公と太陽にも関連性が感じられるかもしれないわね。そうだね。影の地は太陽の都との関連性が予想される場所だ。そして先にも紹介した通り、プロローグのミケラは待つ約束の王の部分は英語訳ではリターンという言葉が使われているね。これから我々が目撃する主人公の影の地の冒険は約束の王の帰還であり、太陽の貴公子の帰還なのかもしれないね。なるほど。でもそうなってくると、その影の地をむちゃくちゃにして玉座に居座っているメスメルとゴッドウィン兄様との関連性についてはどうなの？かなり前だけど軽く触れたでしょ？正直本当に漠然とした話で具体的にはよくわからないよ。ただ類似性は感じられると思うんだよね。さっき話した過程に沿えば、醜い落とし子ママであるマリカ様からの不遇の子という感じか。二人とも出生は謎だらけだし、発想としてはわからんでもないか。そうだね。加えて言うとゴッドウィン兄様は雷の槍を武器に使っていたっぽい感じで語られている。槍使いといえばバイクもそうだしメスメルもそうだよね。言ってしまうとそれだけの話なんだけど、主人公とゴッドウィンが近い存在であると仮定すれば DLC の大ボスにやはりゴッドウィンに近い人物が登場するというのはドラマチックで面白いなと思うんだよね。思っていたよりアホみたいな話だった。とはいえ、まあ確かに片や黄金のゴッドウィンと呼ばれ古竜と仲良しな兄様、片や近畿の詰め合わせで蛇と仲良しなメスメル、そして霊廟の鐘で目を覚まし現れる主人公か双子だか分身だか別の層だか知らんけど、確かに仮にそうだとしたら熱いといえば熱いわね。そうそう。それに影の地が霊界的な領域だとしたら、霊廟の鐘が呼びかけているのはメスメルだったりするかもしれないね。さて、霧がついたし、ここらで今回は締めようか。そうね。次回はどうなるの？星砕きの話は？あれ、まだ途中でしょ？それに関しては悩ましいところだけど、
結論から言うと、DLC 前に公開するのは断念しました。ラダーンの行動原理やラダーン祭りの正体について、あれこれと考えて、かなり前に一度は原稿を書いた話ではあるんだけど、今このタイミングで時間を割いて話すにはふわふわとした空白部分が多すぎるかな、という判断です。不本意ながら、DLC 後に改めて、それはいいけど、DLC の内容がラダーンの話に絡んでくるのかしら？全然その気配は感じられないけど、個人的には、反転プリンセス、ラニ様を軸に、ミケラ vs ラダーン兄貴の対立構造があるんじゃないかというイメージを持っているから、間接的に絡んでくると思うんだよね。なるほどね。でも、結局次回は何のお話をするの？そうだね。次回は、もっと断片的でバラバラな話したいことの詰め合わせみたいな感じになるかな。それじゃあ、今回のお話はここまでです。どんなことでもご意見ご感想があれば、お気軽にじゃんじゃんコメントください。励みになります。また次の動画でお会いできるのを楽しみにしています。またね。